こんにちは。今日は日本のラッキーアイテム、縁起物について詳しくお話ししていきますね。言語を選ぶとここに字幕が出るよ。では、始めましょう。縁起物とは、良いことがあるようにと祝い祈るための品物のことです。動物や神様、日本人に好まれる数字や色などご紹介していきます。招き猫。招き猫とは日本の伝統的な縁起物の一つで、お店にたくさんのお客さんを呼んでくれるなど、商売繁盛や家庭の幸福を招くとされています。招き猫は片手を上げてお客さんを招く仕草をする猫の像です。手のひらサイズの小さなものから人よりも大きなものまで大きさにはバリエーションがあります。この猫の置物の由来はいくつかありますが、今回はその中の一つをご紹介します。江戸時代、井伊直孝というお殿様の一行が、江戸のある貧しいお寺の一本の木の下で雨宿りをしていたところ、一匹の三毛猫が手招きをしていました。殿様がその猫に近づいた瞬間、先ほど彼らが雨宿りをしていた木に雷が落ちたそうです。殿様は落雷を避けられたことに感謝し、寺に多くの寄進をしました。そのお寺の和尚は、その猫が死ぬと墓を建てて弔い、猫が片手を上げている姿をかたどった招き猫が作られるようになったという言い伝えがあります。以降、良いことを運んでくれる縁起物として、猫の像が商店や家の入り口に飾られるようになったということです。招き猫は通常、右手を上げたものが金運、つまりお金がたくさん入りますようにという願いを込めて置かれます。左手を上げたものは人を招く猫として飲食店やサービス業などお客さんにたくさん来てほしい店に置かれることがよくあります。両手を上げたものもありますが、両手を上げた姿がお手上げのポーズになるとして避けられることもあります。色のバリエーション。黒い招き猫。魔除けや厄除けの意味を持ちます。西洋では不吉だとされる黒猫ですが、日本では嫁が利くことや強い霊力を持つと考えられたことから、福猫として魔除けや幸運、京都では商売繁盛の象徴でした。赤い招き猫。赤色は疫病よけや健康長寿のご利益があるとされてきました。代表例の一つをご紹介します。現代のように衛生の観念が少なかった江戸時代、感染症は疫病神がもたらす災害だと考えられていました。疱瘡が大流行した江戸でも、赤は疱瘡をもたらす疫病神が嫌う色
と言われていました。人々は赤色の着物を着たり、赤絵と呼ばれる赤一色ですられている版画を門や家の中に貼ったり、病人の枕元に置いたりして、護符代わりにしたのです。そこで赤色の招き猫は、健康や長寿を願う縁起物とされてきたのです。近年では、こうした伝統的なものに加え、ご利益ごとに、恋愛運にはピンク、金運には金色など、カラフルな招き猫も登場するようになりました。とっても可愛らしいですよね。おたふく。おたふくは、おたふくと書き、まさにたくさんの福が訪れますようにという意味が込められています。日本の伝統的な縁起物で、笑顔や幸福を象徴した顔立ちのお面のことです。おたふくの由来も諸説ありますが、日本神話に登場する女神に由来するという説をご紹介します。日本の神様、天照大神が天の岩戸に閉じこもってしまった際に、岩戸の前で踊りを踊って天照大神の興味を引いたという日本最古の踊り子がおたふくのモデルという説です。天の岩戸の前で女神が踊りを舞い、神が岩戸を開いたことによって、地に再び光が導き出されたというめでたい縁起にちなみ、彼女の表情を真似たお面をおたふくと名付けたとされています。おたふくのご利益とは、おたふくは福々しい笑顔で福を招く顔として、江戸時代には庶民の間で人気でした。おたふくのご利益は、厄を落として福を呼び込むことで、2月の節分には、鬼に対して福を呼び込む縁起物として使われます。また、その名の通り、福を呼ぶ女性の象徴で、招福開運や豊穣、夫婦円満の縁起物とされました。おたふくさんの福々しいお顔、笑顔が人々の心を丸くして和やかにさせてくれます。笑う門には福来たるという日本のことわざもまさにおたふくさんの精神性を表しているようです。福岡市博多区にある櫛田神社は大きなおたふくの面で有名です。1961年から節分の前後に福を招くおたふく面が設置されます。日本一の大きさを誇り、高さ5.3 メートル、幅5メートル。大きく開いた口を通って参拝すると、
商売繁盛や家内安全のご利益があると言われていますよ。松竹梅。松竹梅とは文字通り松と竹と梅のことを指します。三つとも日本の伝統的な縁起物で、新年の季節によく見かけることがあります。それぞれ松は長寿、竹は幸福、梅は健康を象徴するとされています。松は季節を問わず、葉が散ることなく緑を保つことから、長寿を象徴します。日本では松の木は神聖視され、特に正月には門松として飾られることが一般的です。竹はまっすぐな茎や節の間隔の均等さが特徴的で、幸福や繁栄を象徴します。日本の伝統的な建築や庭園では、竹が使われることが多く、新しい年の始まりを祝う際には、竹を飾る習慣があります。梅は寒い冬に咲く花として知られており、健康や美しさを象徴します。梅は早春に咲くことから、新しい年の始まりとともに、希望や活力を象徴する花として重要視されています。このように、松竹梅は日本の文化や風習に深く根付いており、新年の祝いや縁起物として広く愛されています。日本ではお祝いの品にこうしたアイコンが刺繍された小物を選んだり、焼き印の押されたお菓子を選んだりすることも多いですよ。しめ縄。しめ縄は日本の伝統的な縁起物で、邪気や災いを寄せつけないようにするために、玄関や神社などに飾られます。しめ縄は麻や稲わらで作られた縄で、一本の縄が結び目や飾りで装飾されています。しめ縄の由来は、神道の信仰に関係しています。神道では、神聖な場所や神社には、神が降りてくると考えられており、しめ縄は神聖な領域を示す役割を果たしています。また、しめ縄には、邪気や災いを封じ込める力があるとも信じられています。お年玉。お年玉は日本の伝統的な縁起物で、新年の祝いの際に子供たちに渡すお金のことです。お年玉は幸運や繁栄を願うために贈られます。お年玉の由来は、江戸時代に盛んに行われていたお年始の風習にあります。お年始とは、新年に家族や親戚が集まり、新しい年の幸せを祈る行事でした。この行事では、家族の長者が子供たちにお金を与え、幸運や繁栄を願いました。
鏡餅。鏡餅は日本の伝統的な縁起物で、新年の祝いの際に飾られます。鏡餅は家族の安全と幸福を願う意味があります。由来は古くから鏡を神聖なものとして崇めていたことにあります。七福神。七福神は日本の伝統的な縁起物の一つで、幸福や福運をもたらすとされています。七福神は仏教と道教の神々が結集したものであり、商売繁盛や学業成就などの願い事に用いられます。七福神は絵画や彫刻などの形で表され、それぞれが特定の象徴や属性を持っています。七福神の起源は中国の伝説にあります。もともとは中国の七星が日本に伝わり、そこから七福神の信仰が始まったと言われています。ここからは七福神の起源をご紹介します。1、恵比寿。商売繁盛をもたらす神様であり、釣りをしている姿が特徴です。もともとは道教の神である太白金星が起源です。2、大黒天。財宝や商売の成功をもたらす神様であり、黒い肌と大きなお腹が特徴です。もともとは道教の神である北斗七星の一つ、北斗玄武星が起源です。3、弁財天。芸術や音楽の神様であり、琵琶を奏でる姿が特徴です。もともとは仏教の守護神である獅子頭神が起源です。4、福禄寿。富や福をもたらす神様であり、三つ子の子供を抱えている姿のものもあります。もともとは道教の神である吹童子が起源です。5、布袋。豊穣や幸福をもたらす神様であり、大きな袋を背負っている姿が特徴です。もともとは仏教の守護神である初父が起源です。6、毘沙門天。学問や戦いの神様であり、8本の腕を持っている姿が特徴です。もともとは仏教の守護神である毘沙門が起源です。7、寿老人。もともとは道教の神で、不治の薬の入ったひょうたんを運び、長寿の象徴であるおじかを従えています。手にはこれも不老長寿の象徴の桃を持っています。七福神巡りは正月や年末年始に行われる伝統的な行事です。人々は七福神が祀られている寺社を巡り、福を招くようにお参りをします。また、
七福神の絵や置物を飾ったり、七福神の名前を唱えることで幸運を呼び込むと信じられています。ラッキーナンバー。日本の文化や信仰において、数字には特別な意味があります。その中でも特にラッキーナンバーとされるのが8と7です。まずはラッキーナンバー8について見てみましょう。ラッキーナンバー8は中国の文化から日本にも伝わってきたものです。中国では8は繁栄や成功を象徴する数字として非常に重要視されています。日本においても中国の影響を受けてラッキーナンバー8が広まりました。特に商売や経済において8は繁盛や成功を意味するとされています。これは商売繁盛の神様である恵比寿神が持つ八幡という名前にも関係しています。さらにラッキーナンバー8は数字の形状からも縁起が良いとされています。数字8は水平な円を表す形状であり、円は無限性や循環を象徴します。さらに漢字で書く8は8という末広がり、下に向かって広がっていくの形で良い意味を持ちます。そのため縁起が良いとされるのです。次にラッキーナンバー7について見てみましょう。ラッキーナンバー7は古代ギリシャや古代ローマの文化で幸運や神聖な数字とされてきました。ギリシャ神話では7つの星座や7つの大陸、7つの海など7が神秘的な数字として重要視されていました。また、ローマ神話では7つの神殿や7つの丘など7が神聖な数字とされていました。日本においても古代から7が特別視されてきました。日本の神道では七福神という7つの神様が繁栄や幸運をもたらすとされています。また、七夕というお祭りもあります。七夕は天の川に住む織姫と彦星の伝説に由来しており、夏の夜に願い事をすると叶うとされる日です。これらの数字は古代の文化や信仰、そして言葉の意味から生まれたものであり、人々の心に安らぎや希望を与える存在として重要視されています。商売や人生の成功を願う際には、8や7といったラッキーナンバーを意識することで、幸運を引き寄せることができるかもしれませんね。ここまでで皆さんの国のラッキーアイテムに似ている縁起物はありましたか？ぜひコメント欄で
教えてくださいね。和菓子。日本の和菓子には縁起を担ぐものが数多くあります。行事や節目などで食べられ、幸運や成功、長寿などの願いが込められています。代表的な和菓子の縁起物をご紹介します。1、鯛の形をしたお菓子。鯛は日本では縁起の良い魚とされており、おめでたい場には必ずと言っていいほど登場します。その理由は、鯛の音と大という音が似ていることから、大吉や大きな幸運という意味を込められているためです。また、めでたいの鯛にかけた意味もあります。鯛の塩焼きなどはお祝いに好まれますし、鯛の形をした和菓子もお祝いの場で好まれるお菓子です。2、羊羹。羊羹はもちもちとした食感と砂糖の上品な甘さが特徴で、ずっしりと重いお菓子です。一般的には大きな直方体の塊になっており、その大きさや形が連続する幸せや繁栄を象徴しているとされ、縁起物として広く知られています。結婚式や誕生日などのお祝いの席でよく食べられ、幸せの連鎖を願う意味が込められています。3、亀の形のお菓子。亀は日本では長寿や幸運の象徴とされており、その縁起を担ぐために亀型の和菓子が作られます。亀型の和菓子はお正月やお祝いの席でよく食べられ、長寿や幸福を願う言葉とともに食べられることが多いです。4、豆大福。豆大福はもちもちとしたもち米の中に豆やあんこが包まれた和菓子です。その形状が豆大福という言葉に通じることから、豊かな収穫や幸福を願う縁起物として知られています。特に節分の時期には恵方巻きと一緒に食べられます。5、福餅。福餅はお餅をあんこやきな粉で包んだ和菓子で、幸福を招く縁起物とされています。形状が円形であることから、円満という意味も込められています。お正月の時期やお祝いの席で食べられ、幸せな人生を願う意味が込められています。6、紅白まんじゅう。紅白まんじゅうは赤色と白色の2つの色が組み合わさったまんじゅうのことで、おめでたい場によく登場します。赤色は幸福や勝利を、白色は清純や純粋さを象徴しています。結婚式やお祝いの席で食べられ、幸運や純粋さを願う意味が込められています。7、ひなあられ。ひなあられは
桃の花や梅の花、そして鶴などの模様が施された餅菓子です。桃の花は幸福や繁栄を、梅の花は清らかさや花嫁の象徴を、鶴は長寿や幸運を表しています。ひなあられはひな祭りの時期に食べられ、健康や幸せを願う意味が込められています。力士、奉納相撲を起源とすることから、力士、お相撲さんも人でありながら同時に縁起物でもあります。力士に赤ちゃんを抱っこしてもらうと元気に育つとも言われています。神社仏閣への祈願から日本の文化には欠かせない晴れの行事に販売する縁起物は、起源をたどると日本古来の風習や文化に様々な宗教や文化が取り込まれています。動画を見てくれてありがとう。いいねとチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。ここから先は自然な速さの日本語になります。縁起物とは、良いことがあるようにと祝い祈るための品物のことです。動物や神様、日本人に好まれる数字や色などご紹介していきます。招き猫。招き猫とは日本の伝統的な縁起物の一つで、お店にたくさんのお客さんを呼んでくれるなど、商売繁盛や家庭の幸福を招くとされています。招き猫は片手を上げてお客さんを招く仕草をする猫の像です。手のひらサイズの小さなものから人よりも大きなものまで、大きさにはバリエーションがあります。この猫の置物の由来はいくつかありますが、今回はその中の一つをご紹介します。江戸時代、井伊直孝というお殿様の一行が、江戸のある貧しいお寺の一本の木の下で雨宿りをしていたところ、一匹の三毛猫が手招きをしていました。殿様がその猫に近づいた瞬間、先ほど彼らが雨宿りをしていた木に雷が落ちたそうです。殿様は落雷を避けられたことに感謝し、寺に多くの寄進をしました。そのお寺の和尚は、その猫が死ぬと墓を立てて弔い、猫が片手を上げている姿をかたどった招き猫が作られるようになったという言い伝えがあります。以降、良いことを運んでくれる縁起物として、猫の像が商店や家の入り口に飾られるようになったということです。招き猫は通常、右手を上げたものが金運、つまりお金がたくさん入りますようにという願いを込めて置かれます。左手を上げたものは人を招く猫として飲食店やサービス業などお客さんにたくさん来てほしい店に置かれることがよくあります。両手を上げたものもありますが、両手を上げた姿がお手上げのポーズになるとして避けられることもあります。色のバリエーション。黒い招き猫。魔除けや厄除けの意味を持ちます。西洋では不吉だとされる黒猫ですが、日本では嫁が効くことや強い霊力を持つと考えられたことから、福猫として魔除けや幸運、京都では商売繁盛の象徴でした。赤い招き猫。赤色は
疫病よけや健康長寿のご利益があるとされてきました。代表例の一つをご紹介します。現代のように衛生の観念が少なかった江戸時代、感染症は疫病神がもたらす災害だと考えられていました。疱瘡が大流行した江戸でも、赤は疱瘡をもたらす疫病神が嫌う色と言われていました。人々は赤色の着物を着たり、赤絵と呼ばれる赤一色で刷られている版画を門や家の中に貼ったり、病人の枕元に置いたりして、護符代わりにしたのです。そこで赤色の招き猫は、健康や長寿を願う縁起物とされてきたのです。近年では、こうした伝統的なものに加え、ご利益ごとに、恋愛運にはピンク、金運には金色など、カラフルな招き猫も登場するようになりました。とっても可愛らしいですよね。おたふく。おたふくは、おたふくと書き、まさにたくさんの福が訪れますようにという意味が込められています。日本の伝統的な縁起物で、笑顔や幸福を象徴した顔立ちのお面のことです。おたふくの由来も諸説ありますが、日本神話に登場する女神に由来するという説をご紹介します。日本の神様、天照大神が天の岩戸に閉じこもってしまった際に、岩戸の前で踊りを踊って天照大神の興味を引いたという日本最古の踊り子がおたふくのモデルという説です。天の岩戸の前で女神が踊りを舞い、神が岩戸を開いたことによって、地に再び光が導き出されたというめでたい縁起にちなみ、彼女の表情を真似たお面をおたふくと名付けたとされています。おたふくのご利益とは？おたふくは福々しい笑顔で福を招く顔として、江戸時代には庶民の間で人気でした。おたふくのご利益は、厄を落として福を呼び込むことで、2月の節分には、鬼に対して福を呼び込む縁起物として使われます。また、その名の通り、福を呼ぶ女性の象徴で、招福開運や豊穣、夫婦円満の縁起物とされました。おたふくさんの福々しいお顔、笑顔が、人々の心を丸くして、和やかにさせてくれます。笑う角には福来たるという日本のことわざも、まさにおたふくさんの精神性を表しているようです。福岡市博多区にある櫛田神社は、大きなおたふくの面で有名です。1961年から節分の前後に、福を招くおたふく面が設置されます。日本一の大きさを誇り、高さ 5.3 メートル、幅5メートル。大きく開いた口を通って参拝すると、商売繁盛や家内安全のご利益があると言われていますよ。松竹梅。松竹梅とは、文字通り、松と竹と梅のことを指します。三つとも日本の伝統的な縁起物で、新年の季節に
よく見かけることがあります。それぞれ、松は長寿、竹は幸福、梅は健康を象徴するとされています。松は季節を問わず、葉が散ることなく緑を保つことから、長寿を象徴します。日本では松の木は神聖視され、特に正月には門松として飾られることが一般的です。竹はまっすぐな茎や節の間隔の均等さが特徴的で、幸福や繁栄を象徴します。日本の伝統的な建築や庭園では竹が使われることが多く、新しい年の始まりを祝う際には竹を飾る習慣があります。梅は寒い冬に咲く花として知られており、健康や美しさを象徴します。梅は早春に咲くことから、新しい年の始まりとともに希望や活力を象徴する花として重要視されています。このように松竹梅は日本の文化や風習に深く根付いており、新年の祝いや縁起物として広く愛されています。日本ではお祝いの品にこうしたアイコンが刺繍された小物を選んだり、焼き印の押されたお菓子を選んだりすることも多いですよ。しめ縄。しめ縄は日本の伝統的な縁起物で、邪気や災いを寄せ付けないようにするために、玄関や神社などに飾られます。しめ縄は麻や稲わらで作られた縄で、一本の縄が結び目や飾りで装飾されています。しめ縄の由来は神道の信仰に関係しています。神道では神聖な場所や神社には神が降りてくると考えられており、しめ縄は神聖な領域を示す役割を果たしています。また、しめ縄には邪気や災いを封じ込める力があるとも信じられています。お年玉。お年玉は日本の伝統的な縁起物で、新年の祝いの際に子供たちに渡すお金のことです。お年玉は幸運や繁栄を願うために贈られます。お年玉の由来は江戸時代に盛んに行われていたお年始の風習にあります。お年始とは、新年に家族や親戚が集まり、新しい年の幸せを祈る行事でした。この行事では、家族の長者が子供たちにお金を与え、幸運や繁栄を願いました。鏡餅。鏡餅は日本の伝統的な縁起物で、新年の祝いの際に飾られます。鏡餅は家族の安全と幸福を願う意味があります。由来は古くから鏡を神聖なものとして崇めていたことにあります。七福神。七福神は日本の伝統的な縁起物の一つで、幸福や福運をもたらすとされています。七福神は仏教と道教の神々が結集したものであり、商売繁盛や学業成就などの願い事に用いられます。七福神は絵画や彫刻などの形で表され、それぞれが特定の象徴や属性を持っています。七福神の起源は中国の伝説にあります。もともとは中国の七星が日本に伝わり、そこから七福神の信仰が始まったと言われています。
ここからは七福神の起源をご紹介します。1、恵比寿。商売繁盛をもたらす神様であり、釣りをしている姿が特徴です。もともとは道教の神である太白金星が起源です。2、大黒天。財宝や商売の成功をもたらす神様であり、黒い肌と大きなお腹が特徴です。もともとは道教の神である北斗七星の一つ、北斗玄武星が起源です。3、弁財天。芸術や音楽の神様であり、琵琶を奏でる姿が特徴です。もともとは仏教の守護神である獅子頭神が起源です。4、福禄寿。富や福をもたらす神様であり、三つ子の子供を抱えている姿のものもあります。もともとは道教の神である吹童子が起源です。5、布袋。豊穣や幸福をもたらす神様であり、大きな袋を背負っている姿が特徴です。もともとは仏教の守護神である初父が起源です。6、毘沙門天。学問や戦いの神様であり、8本の腕を持っている姿が特徴です。もともとは仏教の守護神である毘沙門が起源です。7、寿老人。もともとは道教の神で、不治の薬の入ったひょうたんを運び、長寿の象徴であるおじかを従えています。手にはこれも不老長寿の象徴の桃を持っています。七福神巡りは正月や年末年始に行われる伝統的な行事です。人々は七福神が祀られている寺社を巡り、福を招くようにお参りをします。また、七福神の絵や置物を飾ったり、七福神の名前を唱えることで幸運を呼び込むと信じられています。ラッキーナンバー。日本の文化や信仰において、数字には特別な意味があります。その中でも特にラッキーナンバーとされるのが8と7です。まずはラッキーナンバー8について見てみましょう。ラッキーナンバー8は中国の文化から日本にも伝わってきたものです。中国では8は繁栄や成功を象徴する数字として非常に重要視されています。日本においても中国の影響を受けてラッキーナンバー8が広まりました。特に商売や経済において8は繁盛や成功を意味するとされています。これは商売繁盛の神様である恵比寿神が持つ八幡という名前にも関係しています。さらにラッキーナンバー8は数字の形状からも縁起が良いとされています。数字8は水平な円を表す形状であり、円は無限性や循環を象徴します。さらに漢字で書く8は、8という末広がり、下に向かって広がっていくの形で良い意味を持ちます。そのため縁起が良いとされるのです。次にラッキーナンバー7について見てみましょう。ラッキーナンバー7は古代ギリシャや古代ローマの文化で幸運や神聖な数字とされてきました。ギリシャ神話では7つの星座や
7つの大陸、7つの海など、7が神秘的な数字として重要視されていました。また、ローマ神話では、7つの神殿や7つの丘など、7が神聖な数字とされていました。日本においても古代から7が特別視されてきました。日本の神道では七福神という7つの神様が繁栄や幸運をもたらすとされています。また、七夕というお祭りもあります。七夕は天の川に住む織姫と彦星の伝説に由来しており、夏の夜に願い事をすると叶うとされる日です。これらの数字は古代の文化や信仰、そして言葉の意味から生まれたものであり、人々の心に安らぎや希望を与える存在として重要視されています。商売や人生の成功を願う際には、8や7といったラッキーナンバーを意識することで幸運を引き寄せることができるかもしれませんね。ここまでで皆さんの国のラッキーアイテムに似ている縁起物はありましたか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。和菓子。日本の和菓子には縁起を担ぐものが数多くあります。行事や節目などで食べられ、幸運や成功、長寿などの願いが込められています。代表的な和菓子の縁起物をご紹介します。1、鯛の形をしたお菓子。鯛は日本では縁起の良い魚とされており、おめでたい場には必ずと言っていいほど登場します。その理由は、鯛の音と大という音が似ていることから、大吉や大きな幸運という意味を込められているためです。また、めでたいの鯛にかけた意味もあります。鯛の塩焼きなどはお祝いに好まれますし、鯛の形をした和菓子もお祝いの場で好まれるお菓子です。2、羊羹。羊羹はもちもちとした食感と砂糖の上品な甘さが特徴で、ずっしりと重いお菓子です。一般的には大きな直方体の塊になっており、その大きさや形が連続する幸せや繁栄を象徴しているとされ、縁起物として広く知られています。結婚式や誕生日などのお祝いの席でよく食べられ、幸せの連鎖を願う意味が込められています。3、亀の形のお菓子。亀は日本では長寿や幸運の象徴とされており、その縁起を担ぐために亀型の和菓子が作られます。亀型の和菓子はお正月やお祝いの席でよく食べられ、長寿や幸福を願う言葉とともに食べられることが多いです。4、豆大福。豆大福はもちもちとしたもち米の中に豆やあんこが包まれた和菓子です。その形状が豆大福という言葉に通じることから、豊かな収穫や幸福を願う縁起物として知られています。特に節分の時期には恵方巻きと一緒に食べられます。5、福餅。福餅はお餅をあんこやきな粉で包んだ和菓子で、幸福を招く縁起物とされています。形状が円形であることから、円満という意味も込められています。お正月の時期やお祝いの席で食べられ、幸せな人生を願う意味が
込められています。6、紅白まんじゅう。紅白まんじゅうは赤色と白色の2つの色が組み合わさったまんじゅうのことで、おめでたい場によく登場します。赤色は幸福や勝利を、白色は清純や純粋さを象徴しています。結婚式やお祝いの席で食べられ、幸運や純粋さを願う意味が込められています。7、ひなあられ。ひなあられは桃の花や梅の花、そして鶴などの模様が施された餅菓子です。桃の花は幸福や繁栄を、梅の花は清らかさや花嫁の象徴を、鶴は長寿や幸運を表しています。ひなあられはひな祭りの時期に食べられ、健康や幸せを願う意味が込められています。力士。奉納相撲を起源とすることから、力士、お相撲さんも人でありながら同時に縁起物でもあります。力士に赤ちゃんを抱っこしてもらうと元気に育つとも言われています。神社仏閣への祈願から日本の文化には欠かせない晴れの行事に販売する縁起物は、起源をたどると日本古来の風習や文化に様々な宗教や文化が取り込まれています。